英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習、英語力と情報力、最新ニュースでどんどん上げていきましょう。今回は NHK ワールドニュースを使いながら、英語力アップ、情報力アップしていきたいと思います。今回の事故がですね、新たな中国、台湾の火種にならなければいいですけれども、まず、この NHK ワールドニュース、英語字幕ありで見て、アウトライン、ニュースの概要を捉えていきましょう。次に、しっかりと英語の原稿を NHK ワールドキャスターの上手な英語、参考に私たちも声に出して、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力を上げる練習をしながら、難しい単語や表現、そしてニュースの詳細の意味、見ていきたいと思います。3番目は、同じニュース、今度は字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと詳細、学習した単語表現、覚えているのか、記憶に残っているのか、しっかりとチェックしていきましょう。ここまで英語を学習しながらニュースからしっかりと情報力、頭にインプットしたいと思います。4番目は、そのインプットした情報を自分の言葉でアウトプットする。英語を話しながらアウトプットする練習を生成 AI を搭載したマイクロソフトチャット使いながら練習していきたいと思います。このチャットを使うと、まるで人間と英会話をしているように、無料でいつでもどこでも好きな場所で英語を話す機会をどんどん増やしていけますので、この練習を継続的に行うことによって、日本人が苦手と言われているスピーキング力、どんどん上げていくことができると思います。練習風景、デモンストレーションもしますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて参考にしてみてください。英研究家チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、楽しいななんて思った方は迷わずチャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンのクリック、コメントもよろしくお願いいたします。それでは早速 NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力、英語を学びながら情報力を上げていきましょう。Let's get it started! それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を見ながら、内容を理解していきましょう。読まれているところこのようにカーソル、原稿に合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左側の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. では、原稿ありで見てみましょう。We turn now to an incident involving a Chinese fishing boat in waters effectively controlled by Taiwan. The boat capsized while it was being pursued by the Taiwanese Coast Guard. 2 crew members died. Taiwanese and Chinese authorities say the incident happened Wednesday near the island of Jinmen. Officials with Taiwan's Mainland Affairs Council say the Chinese boat was operating in what Taiwan calls prohibited waters. They say it's regrettable the incident happened as a result of the boat's refusal to cooperate with law enforcement. They also say the Coast Guard did nothing improper. China's Taiwan Affairs Office issued a statement condemning Taiwan's actions. The statement says the incident seriously hurt the feelings of compatriots on both sides of the strait. Taiwan has been stepping up patrols near the island of Jinmen after sightings of what appear to be Chinese fishing boats. 台湾海峡、この海でですね、中国の漁船が、台湾が、漁をしてはいけないと禁止しているところで、台湾の、コーストガードですね、が中国の船を見つけて、そして追跡をしているときに、その船が転覆して2人のですね、クルーメンバーが亡くなってしまったというこの事件、これを使って内容をしっかりと見ていきたいと思います。本当にこれが火種になってですね、紛争、戦争なんかが実際に始まらないことを祈るばかりですけれども、次は NHK ワールドキャスターの上手な英語を聞いたので、それを参考にですね、しっかりと私たちも英語を声に出して、日本人が苦手と言われている英語を話す力、スピーキング力、アップの練習をしつつ、難しい単語、そして詳細内容を見ていきましょう。ということで、
左側の英語、右側の日本語訳を使いながらですね、しっかりと見ていきたいと思います。ではまずここですね。右側の日本語訳、どんな感じかというと、台湾が自己支配する国境付近で中国漁船巻き込まれ、2人が死亡したということですね。ではここを音読していきましょう。We turn now to an incident involving a Chinese fishing boat in waters effectively controlled by Taiwan. The boat capsized while it was being pursued by the Taiwanese Coast Guard. Two crew members died. ということですね。さあ、ここ、少し難しめの単語としてはですね、capsized。聞いたことありますでしょうか？これ、転覆するっていうんですね。The boat capsized。ですね。while 何々の間に、ここ決めになって、It was being pursued. 何々された by 何々かによって。台湾のですね、海洋警備局の後に pursued 追跡された時ですね、capsize 転覆をして、two crew members died。2人の漁師の方ですかね、亡くなったということです。本当に中国と台湾、緊張感が高まっている中でこういう事故が起こってしまったということですね。それでは次、この部分いきましょう。この部分どんな内容かというとですね、台湾、中国の当局の発表、この事故、水曜日にアモイ島の近くで起きたと。台湾のですね、委員会の当局者ら、中国船が台湾が禁制水域、漁してはいけないという海域で操業してたんだと。だから追いかけて追跡したんだと台湾側は言っているということですね。ではここ音読してみましょう。Taiwan and the China authorities say the incident happened Wednesday near the island of Jinmen. Officials with Taiwan's Mainland Affairs Council say the Chinese boat was operating in what Taiwan calls prohibited waters. ですね。さあ、ここの部分で単語表現を覚えておいたらいいなと思うのは prohibit 禁止ですね。prohibited waters 禁止水域ですね。禁制水域。そこで違法に中国漁船が漁してたから台湾としては追いかけたんだ。そしたら capsized 転覆しちゃって2人亡くなっちゃったということですね。さあでは次この部分見てみましょう。ここの日本語訳ですけどざっと見るとですね、この中国のボートが台湾の法執行機関への協力を拒否した結果起こってしまったので残念だと台湾は言っていると。台湾の沿岸警備隊、何も不正なことはしていないということですね。しかし、中国の台湾事務弁公室というところが台湾の今回の行動を非難する声明を発表したということで、中国側はですね、非難をしているということですね。これ以上、二国間のですね、国の問題に発展しないのを望みますけれども、中国としてはですね、台湾を違う国と認めていないので、内政問題だと言ってるんですね。さあでは、ここ音読をしてみましょう。ですね。They say it's regrettable the incident happened as a result of the boat's refusal to cooperate with law enforcement. They also say that Coast Guard did nothing improper. China Taiwan Office issued a statement condemning Taiwan's actions. ですね。では、ここ覚えておきたい単語や表現ですけれども、この It's regrettable 残念だという表現ですね。これ日常会話でも使えると思います。何か残念なことがあってですね、相手にされたときに It's regrettable とかですね。It's regrettable that 以下に残念だったことを入れると、何々が残念だということになりますね。regrettable を覚えておきましょう。refusal というのは拒否ですね。boat refusal 中国が捜査に応じるのを拒否、そして逃げていったということですね。refusal 拒否を覚えておきましょう。law enforcement というのは法執行機関ですね。law enforcement。enforcement というのは執行する。law というのは法律ですから、法執行機関に cooperate 協力するのを拒否して、ボートが逃げていったから追いかけたということですね。Coast Guard 沿岸警備隊ですね。そしてこの表現も覚えておきましょう。did nothing improper。did nothing 何もしなかった improper 不正、間違ったことは何もしなかったよ。台湾の Coast Guard 沿岸警備隊はということですね。
そして issue statement で声明を発表する。どんな声明かというと、condemn というのは非難するですから、condemning Taiwan's actions。今回の台湾の行動を condemning、非難する声明を中国側としては発表したということですね。さあでは次、最後の部分を見ていきましょう。この声明ですけれども、この事件、海峡の両側の同胞の感情を深く傷つけたというんですね。台湾は中国漁船と思われる船の目撃を受け、モアイ島付近でのパトロールを強化しているということで、お互いに海域、領域で、世界中紛争、戦争起こってますけれども、アジアでもですね、台湾周辺、こういう状況にあるということです。では、ここを音読していきましょう。The statement said, incident seriously hurt the feelings of compatriots on both sides of the strait. Taiwan has been stepping up patrols near the island of Jinmen after signs of what appeared to be Chinese fishing boats ですね。さあではここを覚えておきたい単語 compatriots ですね。これチェックしておきましょう。Google 自動翻訳の音声入力機能を使うとですね、自分の発音がしっかりと、伝わるかどうかチェックできます。これを押してcompatriots 同胞たち、同胞って言うんですね。中国からすると台湾は一つの国ですので、compatriots 同胞って呼んでるんですね。台湾の人たちの多くは私たちは台湾人で中国人ではないって言ってますけども、これも今後どうなっていくのか。compatriots 覚えておきましょう。同胞ですね。同胞の感情を hurt the feelings 傷つけるですね。hurt 傷つけたと中国側は言っているというんですね。そして次の単語、step up 強化するっていうね、step up patrols ですね。パトロールを台湾としては stepping up 強化しているところで起こったということです。What appears to be 何々らしいものということで What appears to be Chinese fishing boats 中国の漁船と What appears to be 思われるものが目撃された後にこの人面周辺で台湾としてはパトロールを強化していた。その時に今回の船を見つけて協力するように呼びかけたら逃げていったので追いかけたら転覆をして2人の中国の漁船の人が亡くなったというこういうことですね。さあ、英語、日本語でしっかりと単語表現チェックしながら内容を確認できたのではないでしょうか。これ以上、このあたりもですね、緊張感が高まって戦争紛争なんかにならないことを祈るばかりですけれども、次は3番目。もう一度同じニュース、今度は字幕なしで見てみましょう。学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味、今度は英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのか集中して見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK news, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしでしっかりと集中して単語表現、ニュースの詳細の意味理解できるのかチェックしていきましょう。We turn now to an incident involving a Chinese fishing boat in waters effectively controlled by Taiwan. The boat capsized while it was being pursued by the Taiwanese Coast Guard. 2 crew members died. Taiwanese and Chinese authorities say the incident happened Wednesday near the island of Jinmen. Officials with Taiwan's Mainland Affairs Council say the Chinese boat was operating in what Taiwan calls prohibited waters. They say it's regrettable the incident happened as a result of the boat's refusal to cooperate with law enforcement. They also say the Coast Guard did nothing improper. China's Taiwan Affairs Office issued a statement condemning Taiwan's actions. The statement says the incident seriously hurt the feelings of compatriots on both sides of the strait. Taiwan has been stepping up patrols near the island of Jinmen after sightings of what appear to be Chinese fishing boats. だったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース見ましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。
聞き取れなかったな、聞き逃したなっていう方はですね、動画の前に戻って何度も聞いて、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズム、イントネーションに慣らしながら、新しい単語、表現もどんどん覚えてですね、英語力、上げていきましょう。さあ、ここまでは英語を学習しながらしっかりと台湾周辺で一体何が起こってしまったのか、情報インプットできたと思いますので、次は4番目。そのインプットした情報を一番日本人が苦手と言われている英語をスピーチしながら相手に伝えるスピーキング練習やっていきたいと思います。マイクロソフト生成 AI を搭載したコーパイロットというチャットを使うと無料でいつでも好きな時にたくさん英語を話してしっかりと英語のスピーキング力伸ばしていくことができますので今からデモンストレーションしながらどのように練習しているのか紹介していきたいと思います。日本人なかなかですね日本に住んでいると英語を話す機会が少ないと思います。やはり使わない英語というのは上達しませんので、どれだけ日本にいながら英語を話す機会を増やすのかというのがポイントになると思います。今画面に映っている Microsoft Bing の Copilot、これを使うとたくさん英語を今からデモンストレーションするように話せますので、紹介したいと思います。話し始める前に2つポイントがあって、まず1つ目は、今画面に英語映ってますけれども、言語設定は日本語ではなくて英語に設定を切り替えて使うようにしましょう。英語で話しかけて、英語でやり取りするので、言語は日本語ではなくて英語。これがまず一つ目ですね。そして二つ目は、この Use Microphone というボタンを押して、英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。間ができると、このチャット、会話が終わったと思って、リスニングを切り上げてしまいますので、まだ話してるよっていうことがわかるように、例えば日本語で言う、みたいな感じで、well とかですね、I'm thinking about とか、let me think about、こういうつなぎ言葉を入れつつ話してですね、間がないという感じで話すと、最後までしっかり切り取ってくれると思います。注意点はその2つだけで、あとはですね、この Use Microphone というボタンをクリックして、英語で話すと、相手は生成 AI 搭載していますので、まるで人間のように関連する、内容で、英語のスピーキングとライティングで返してきてくれる。非常に楽しくですね、そして会話をしながら新しい疑問なんかが、浮かんできたら、それも質問しても何でも返してくれますので、非常に楽しく英語を話す練習ができると思います。それでは、今からデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Let's try it. では、行ってみたいと思います。Hi Bing, how are you doing today? I'm pretty good. I had a good sleep. I'm Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. As a part of my practice, I'd like to share latest news I got from NHK World Japan with you by speaking in English. Are you ready to hear my speech in English about latest news?こんな感じで聞き取ってくれた後。Hello. I'm glad to hear that you're doing well and working on improving your English speaking skills. I'm definitely ready to listen to your speech about British news. Please go ahead. Thank you very much for your reply, but it is not about British news. I'm talking about NHK News Japan. Anyway, I will start to share latest news I got from it.So this is a kind of concerning and worrying news between the relationship between China and Taiwan. According to NHK World Japan, seemingly Chinese fishing boat was capsized after being pursued by Taiwan's Coast Guard. According to that news,This seemingly Chinese fishing boat was in illegal area to do fishing. That's why, according to the Taiwan claims, Taiwan Coast Guard pursued it, but unfortunately, that fishing boat was capsized, and 2 Chinese fishing men was killed. So I hope that this incident will not create further tension between China and Taiwan, because the tensions between two countries has been high already.
So I hope this incident will create something new negatively related to the relationship between China and Taiwan issues. こんな感じで話すと返してくれます。Thank you for sharing this important news about the incident between China and Taiwan. It's indeed concerning, and any loss of life is tragic. The relationship between these two countries has been tense, and such incidents can exacerbate existing tensions. Let's hope that both sides can find a peaceful resolution and prevent further escalation. Remember, open communication and understanding are crucial in resolving international disputes. As global citizens, we should all strive for peace and cooperation. Thank you for keeping us informed. Right, that's right. Conversation, communication is very crucial. But what we see in this world is, even though we try to have a communication, better communication, but it is not possible because each side has different opinion. So conversation, communication cannot be met. So this is what is going on. For example, not only relationship between China and Taiwan, as well as relationship between Israel and Hamas and Russia and Ukraine. So all over the world, everybody knows that to have better communication is essential to try to establish peaceful world. But unfortunately, if we stand at a different position, of course, opinion from each side will be different, and it's gonna be very complex and very difficult to be met. So I think same things happened about this news, because China's side is condemning Taiwan's side by saying that this incident had hurt the patriotism. You've raised an important point about communication, and it's true that differing opinions often hinder effective dialogue. In complex geopolitical situations like those between China and Taiwan, Israel and Hamas, or Russia and Ukraine, finding common ground becomes increasingly challenging. Communication, indeed, is the bridge that connects us, but it can also be a fragile one. When entrenched in opposing positions, it's difficult to find a middle ground. Each side perceives their actions as driven by patriotism, and this can lead to further tension and misunderstanding. However, as global citizens, we continue striving for dialogue, empathy, and understanding. While it's true that opinions may diverge, seeking common goals such as peace, stability, and human welfare can help transcend these differences. Let's hope that leaders and citizens alike recognize the importance of open communication and work toward peaceful resolutions. Thank you very much for your comment and referring to have importance of dialogue and communication. Yes, these are very important. So, as I said, this is a kind of practice for me to improve my English skills. And this way to have conversation with you, chatting with you in English is, I think, very practical way for us to speak out in different languages. For me, Japanese, I've tried to improve my English skills like this way, by this way. So it was very fun time with chatting with you in English for the topics like this. And I think this kind of conversation is very important to deepen our knowledge and kind of a brainstorming of international topics. Thank you for sharing your thoughts. I'm glad you find our conversation helpful for practicing your English skills. Engaging in discussions on various topics is indeed a valuable way to broaden our understanding and learn from one another. Keep up the great work and feel free to continue practicing with me anytime. こんな感じで
デモンストレーションしましたけれども、このコーパイロットチャットを使うと、今やったようにですね、少し間があったりしますけれども、たくさん英語を話す機会がありますし、もちろん、チャットは AI 搭載しているので、非常にたくさんの関連するトピック、そして、思いですね。関連するトピックについての思いなんかを英語のスピーキングと、そしてライティングで返してきてくれます。聞くことによってリスニング力もアップしますし、しかもですね、ライティングでも返してきてくれますので、新しい単語や表現に出会ったりですね、新しいアイデア、情報に出会ったりすることもできますので、総合的に英語力をアップしつつ、そして情報力もアップできると思います。ただ一つですね、気をつけないといけないのは、インターネット上にはフェイクニュースとかですね、ディープフェイクなんかも出回っていますけれども、偽情報も入っている可能性があるということは、心に留めておく必要があるかなと思います。いかがだったでしょうか？この、コーパイロットを使っての練習ですけれども、これを使うとたくさん英語を話す機会を増やしていけると思いますので、いいなと思った皆さんですね、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか？さあ、いかがだったでしょうか？今回の NHK ワールドニュースですけれども、残念なことにですね、二人の中国の漁師の方が台湾のですね、コーストガード、沿岸警備隊に追いかけられて転覆をして亡くなってしまうということが、台湾海峡で起こってしまったというニュースでした。これが、火種になってですね、お互いの関係がさらに悪くなって、紛争、戦争につながらないことを願うばかりですけれども、間違いなく緊張感は台湾周辺で高まっているというのは間違いないと思います。皆さんはこのニュースからどんな新しい単語表現と出会い、そしてどんな情報を得て、そしてどんなことを感じましたでしょうか？インプットだけではなくてですね、やったようにアウトプットするっていうのも非常に大切だと思いますので、一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you subscribe my channel, AKEQ channel, and you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day. いいなと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。Goodbye.